方が作ったテキストなんだけど、言葉があって、それを聞いて実際動きますよね。それから見て言葉との関係を探る人いるよね。モデルと、踊り手の戻りと、それから言葉と、それを見てる。だから二通りあるわけですよ。言い方も。それが、その上で自分の体でやった時、これはどうなのかとか。いわゆるさっき言ったようにね、受動の基本となる環境と自分ということですよね。それがこれで、このテキストでどうなのかということですね。はい、どうぞ。普段、私たちは目的を持って歩いていますが、ここでは寸法だけになって目的のない歩行をします。展開と地界の間を一本の寸法となって移行する。身長が160センチとしたら、160センチの寸法となって移行します。まず、腹がサクッと割れて、魚が泳ぎ出る。形が後から追いすがる。背後から大きな手で押し出される。額から一本の糸が紡がれて、歩くのではなく、移行している。ガラスの目玉、額に一つ目をつける。展開からの糸に体はつられている。体のあらゆる関節から糸を出して展開からつられている。頭のてっぺんに糸。耳の後ろ。首の付け根。腕の付け根。あばら。肩。肩甲骨。背骨。はい。はい、これ、意見言ってください。はい。まずご本人はどう？はい。いろんな糸をつけるとか、そういうのがいろいろあるんですが、それをやってると、自分のこう狭い中にどんどんこう集中してきて、しまって、それでテキストが、なんかこうまっすぐでこう物みたいになるんだな、椎盤をこばすのにするんだなとか、そういうもうそうなるんだなっていうのが頭にこう描かれるので、それでこうただこうまっすぐ歩いてる感じで、なんかこう日常と違うところになん言葉によってはめられてるような感じがしました。ミンさん近くで見ててどうですか？そうですね。なんか棒みたいで狭くて、で硬い感じ、なんか鉄板硬い感じがします。見るとお客さんとしてはちょっと緊張感が結構ありました。レッスンっていうか、うずみさんのその体の形だけが、なんかこう動いているっていう風に見えて、こう空間にこう広がりがあるとか、その糸で釣られてるって言ってもなんか、あまりそういう風には見えません。空間との関わりが見えませんでした。目はすでに物を見ない。
見るよりも移ってくる速度の方が速い。二つの目玉は空洞になり、額に大きな一つ目をつける。この目はすでに物を見ない。視界は広がり、周りの景色が映ってくる。額の一つ目。足裏にカミソリの刃。頭上の水盤。糸で関節がつられている。先ほどの関節を思い出してください。歩きたいという思いが先行して、形が後から追いすがる。歩みの痕跡が前方にも後方にも吊り下がっている。なんか結構忙しいって、ついに考えちゃったですね。から自分がそういう指示を自分の体だけで集中しました。体が固定してるで、そういう感じしました。はい、藤見さん見てて。多分これ、よく私はモデルをやってたんで、見る人じゃなかったんですけども、これ見てみると、やってる人はそれなりに多分集中して言葉にこうやってやった気になるだと思うんですが、見てる人のためのものかなと思いました。言葉が、もうその人が意図とかがこう空間になくても、その言葉によって見てる人はこう意図があるんだなとか、その人が500枚にスライスされてるんだなとか、そういうものを見てる人が言葉によって勝手に空間にイメージするので、そういうプレゼンテーションのための、テキストなんだなとよくわかりました。私も宇住さんと同じ意見で、これは見てのための、あれで、言葉が 100% だよというメッセージで、まあ、踊り手は、十分やってるつもりなんだけど、という感じ。まあ、見てのためのプレゼンテーション。手足の指の関節。これらの関節に糸をつけて、体は天界からつられている。体は地上から30センチ浮いている。ここまで。まだあります。膝はややリラックスさせます。足元はすでに床ではなく、カミソリの刃の上を渡っている。頭の上に水盤を乗せる。その中の液体がこぼれないように体を運ぶ。これ見てわかるよね。やってて、やっといて。これね、プーってやったときに、こねって、脆弱なんですよ。指一本でこうやると脆弱にボロボロってなっちゃう。これで舞台に立てるわけがないわけね。舞台の高さがこれだけありますと。で、人間の高さ、この大きさこのくらいですと。この高さ。これだけありますと。ここと関わり持たないと、この空間と、上の空間とね。ここだけでちまちまやってるだけなんですよ。で、ここは関わり持たれてないこっちの空間が自己主張しちゃうんで、勝手に。で、ここだけは空回りしちゃうわけ、舞台全体として。だから体で全部押さえていかなくちゃいけないんですよ。わかります？こういう形じゃない限りは、取れないんですよ、関わりが。わかります？はい。はい。この時に足の体いつも稽古しているような形ね。それからこの突き上げ。わかります？このくらいの感覚じゃないと関われないんですよ、
最初に、魚が泳ぎ出るっていう、そっからもう横が全然見えなくなって、で、額から一本の糸が紡がれて、もう完全に前だけになります。で、後ろから大きな手で押されるっていうので、ちょっと後ろを意識しますけれども、もう完全にこう、お尻が残って、こういう感じになりそうな、そういう体勢になります。で、最初に糸を一本やったときは、50センチくらいかなって感じでスーって伸ばすんですけれども、いろんなところ言われるともう、ふやふやってなんか、なんでしょうね。雲の糸がひのんって、もう風に揺らいでるような、そんな感じです。で、足の糸を言われると、もう完全にこう浮いてる状態なので、下の重さとかは一切なくなって、完全に操り人形がこう浮いてるような感じがしました。で、その浮いてる状態で、カミソリの刃って言っても、その鋭さとかは感じられる、浮いてるんだから、これはなんか言語矛盾じゃないかなっていう感じがしました。で、とにかく、すごく窮屈で、体に、上半身にこう力が入って、こう、つられてるんですけど、こう、力が入ってる状態でした。言えばいいわけだから。でなんでこういうことをやったかって言ったときに、土方の場合っていうのは、まず歩くっていう行為ね、これに必然性を持たせたかったわけ。必然性。思いつきで動くんじゃなくて、習慣で動くんじゃなくて、必然の動きって何だろうっていうを考えたわけ。それでいろいろ彼は考えるわけですよ。そしたら今度ボロボロのものになっちゃったわけ。脆弱な体のものになっちゃったということだ。わかります？舞台じゃ使えないね、脆弱なものにしかできないけど、必然を求めようとするっていうところ、ここは僕は評価してるわけ。他の人やってないです。何でも求めると必然の形というものを求めようじゃないか。だから歩くじゃなくて移行するっていうのもそういうことなのね。歩くって意思を伴っちゃうから。あと習慣化も伴うでしょ。わかります？はい。創作家っていうのはこういう、この2点がないと人はダメですよ。必然って何だろうとか。そのために何でもやってみると。いろんな実験を。わかります？で創作の基本ですよ、これが。その基本を持っている人っていうのが、なかなかいない。これのね、テキストのいいところっていうのは、身体意識っていうのを使ってるわけ。これ初めてなんですよね、身体意識って使ってる人は。よろしい？これが普通の顔になってるわけだけど、目がガラス玉って言うとこういうふうになる。ちょっと変わんない？はい。それからここの目で見ると、こうなる。はい。変わんないこれ。はい。だから、そうやって指示をね、土方はイメージだけど、身体意識、この部分とか部分も、どういう形になってるかって、イメージを与えることによって、表現変わるでしょ。うん。はい。ね、そういうことをやったのが土方が初めてなんですよ。でそれからね、そうすると口の方がおかしくなるんですよね。例えば目だけこうやります。ガラス玉になって、ここで見ます。ここだけ浮いちゃってないよ。はい。だから奥歯からもいいと。大体つばしね。はい。わかるでしょ？はい。だから日常がここが残っちゃうとまずいから、消し方どうしようかなってなるわけですよ。そういうことを言ってるわけ。奥歯から糸っていうのは。だから言葉によって状態が変わるっていうことは非常にさ、画期的なことで、他のことがやってないと思います。で、これ言葉としても整理されてるからね、わかりやすいですよ。歩みの痕跡が前方にも後方にも吊り下がっている。ガラスの目玉、額に一つ目。体は500枚にスライスされて、その間を風が通り抜ける。歩行の軌跡が部屋中にぶら下がっている。自発的に何かっていうより、もう全部言ってくれてる人に委ねきってる。さっき見てても思ったんですけれども、絶対的に
その言葉の中にある、なんかそんな印象で、まあすごく哲学的に見えますので、見物としては見てる時もそれはそれと思います。まあやっぱ言葉があるから、まあ成り立ってるってさっきも喋ったけど、そうすると、まあ完全な依存状態が保てれば、まあそれはそれで快感でもあるけど、そこにちょっと疑問が残ると、まあちょっときついな。あと重心移動がやっぱり右左で2本の重心のコントロールができないので、まあ、そこら辺は体的にはかなり欠陥がある。土方もだからそういう脳がだから古典としてさ、まあ普遍性を勝ち得てるっていうことが前提なんだよね。だからあれに匹敵する何か作りたいって言った時に哲学的なことを混ぜたけど、脳のあれは。そうね。ところがその脳っていうのは正面しかないんですよ。はい。こうやってこういう感じで。ね。打ち込みとかこうやってやるんだけど、正面だけです。意識がここで統制してます。あんま動き少ないですよ。ね、それだけですよ。ウルトラマンずらしだから、これがずれていかなくちゃいけない。そこがえらい違うわけなんですよ。それより労働から持ってくると、なんか重いもんこうやって、こっちのやつグッと持ってきたときに、平気でずれるわけですよ、こっち。こうやって持ってる。そうでしょ？そういう膝のかかり方っていうのがこうあるよね。わかりますこれ。どっちが必然なのかな。実際舞台空間を動かさなくちゃいけないときにどっちが必要なの？こうやって歩くだけの方がいいのかとかね。そこに本当に普遍性があるかどうかっていうのは疑って関わるべきだけど、やっぱりその権威に弱いっていうところがあり。